もやん、テキテキワホリのアミです。今日はですね、何を紹介したいかというと、ルクセンブルクワーホリの初期費用いくらかかったかっていうところを紹介していこうと思います。気になりますよね。気になりません？っていうところで、もう言っちゃうんですけど、実際私がビザ取得までかかった金額は11万7433円でした。実際はルクセンブルクワンホリ申請自体は無料でできます。じゃあなんで私はこんな12万もの近く12万近くもかかったのかっていうところなんですけど、今日はその実際の金額を公開しながらですね、申請の流れとか、申請のポイントみたいなところとか、あとは節約ポイントみたいなところを紹介していくので、ついてきてください。参考程度に見ていただければなと思います。それではレッツゴー。じゃあなぜルクセンブルクを選んだのかみたいなところあると思います。で、日本人が世界でワンホリをできる国っていうのは32カ国あります。32カ国あるんですよ。結構ありますよね。で、その中で私がこの小さいルクセンブルクを選んだ理由っていうのはもうシンプルです。それはですね、彼がルクセンブルクで働いているからです。はい。純愛です。以上ですと言いたいところなんですけど、実はですね、一昨年オーストラリアの方で私はワーホリをさせていただいておりまして、こんな形で乗っていくかな、こんな形で、こんな形ですね。で、ワーホリを経験した後、日本に帰ってきて、でクラウドローンっていう会社に出会いまして、でそこで働いてるんですけど、今もね。でそこで働きながらですね、楽しかったな、ワーホリ楽しかったなとか思いながら、27歳だし、またいつか行きたいなと思ってたんですね、心どこかで。で、行くなら珍しい国でしょみたいなところが頭の中にあって、でなんかむやーって考えてたんですよ。でそのタイミングで、ルクセンブルクという選択肢が出てきたっていうところで今に至ります。でまずルクセンブルクの、ビザ申請にあたって知っておいてほしいこととしては、実はルクセンブルクのこのワーホリビザは申請料は無料です。なのでオーストラリアみたいに何万も申請費っていうところはかかりません。0円です。じゃあなんで私は12万近くものお金がかかったのかっていうのをランキング形式でご紹介していくのでご覧ください。ワーホリ初期費用ランキングトップ5。第5位、犯罪経歴証明書1460円。ここはかなり個人的には節約できたポイントです。で、本来は病院行って健康診断してもらって、英文で健康診断書っていうところを書いてもらうんですけど、それを約1万から2万ぐらいかかるって聞きました。で、実際私はですね、このクラウドローンっていう会社に入社して、ちょうど健康診断のタイミングが重なってですね、クラウドローンの会社さんがですね、健康診断料っていうところを持ってくれたっていうところがあったので、そこは払わずに済んだというところです。ありがとうございます。日本語でですね、結果は返ってくるので、病院で私は相談しまして、英文でもらえますかっていうところで、病院から言われたのはですね、テンプレートがあったら書いてあげるよって言われたので、大使館に相談して、作っていいですかって私が言って、で大使館が必要事項が全部返したらいいよっていうことだったので、私はこんな風に作りまして、でそれを病院に持って行ってですね、お医者さんに書いてもらって、結果1100円で済んだっていうお話です。第4位、英文圏更診断書1100円。この犯罪経歴証明書を発行するのに警察署に持っていくんですけど、警察署に行く前にですね、大使館でメールをします。この犯罪経歴証明書発行する発行書みたいな紙1枚が必要で、それを大使館に送ってもらうように連絡します。でその紙を受け取る時の値段がこの1160円だったっていうところですね。かなりこれは破格すぎて、私は横転ですね。横転しました。高みたいな感じでですね。でこれは多分お住まいの地域によって値段が変わってくるのかなって思いました。私は聞くところによると600円で受け取れたとか、もっと300円で受け取れたっていう人もいらっしゃったので、人によって変わってくるかなっていうところです。第3位、東京までの交通費1万2000円。私は宮崎在住なので、飛行機で東京にあるルクセンブルク大使館っていうところに行かないといけなかったっていうところがあって、この1万2000円がかかってきたっていうところで、これは地方税は遠ければ遠いほど交通費はかかってくるかなっていうところです。必ず大使館に行って
申請書類っていうところは提出がしないといけないので、そこはかかってきます。関東圏の人はここはかかってこないので、その分節約できるかなって思います。第2位、海外保険48,223円。保険とかは特段なんかこういう保険がいいなとかこだわりがないタイプなので、もう大使館の条件を満たしてればいいやって思ってたので、今回は海外のアクサ保険に加入しました。で、大使館の条件も倍ぐらい満たしてるし、あとは保証内容も病院行ったらそこで保証してくれるっていうところもあったので、全然十分だなと思ってアクサに決めました。で、日本の会社さん、保険の会社とかも全然いいと思うんですけど、私の場合シミュレーションとかすると1年間ルクセンブルク27歳とかやるともう15万20万っていうところだったので、その値段を払うんだったら海外で海外とか他のことに使いたいなと思って、今回はアクサの保険にしました。これは人によると思う。第1位、航空券54,050円。これは最大の出費ですね。もう1位というところもあって、私は宮崎にいたので、宮崎からルクセンブルクって調べるともう本当バカ高い交通費になってくるので、頭よく移動しようっていうところで陸路を使ったり、あとは空ですね、空を飛んだりみたいな感じでっていうところで、まずは宮崎から福岡に行って、福岡から韓国からフランスからルクセンブルクっていうところです。移動時間っていうところはもう今回は安さを重視してやってたので、何時間かかってもいいやみたいなところもあって、ほぼ2日かかったみたいなところはあります。もうこれ本当安さ重視だからっていうところですね。正直おすすめはしないんですけど、安さを取るか早く着くを取るかっていうところなんですけど、で、私はですね、なんでこの格安にしたかっていうと、どれだけ私が今回抑えれるか、初期費用を抑えれるかっていうところもあったのと、あとは飛行機とかは私はもう大体乗ったら爆睡ちゃんちゃんこ鍋なんで、起きたらついてるんですね。なので今回はそうですね、今回もこれで飛行機とかはあまり私は投資しないタイプなので、こんな形でしました。いつかファーストクラスに乗るぞっていうところです。合計金額っていうところなんですけど、今回は11万7433円っていうところでした。もちろんですね、先ほども言った通り、この住んでる地域とか、あとは航空券の買うタイミング、あと保険ですね、それこそ初期費用の金額っていうのは人それぞれ変わってくるかなって思います。約12万の金額はこのルクセンブルクワーホリの参考金額としてはかなりリアルな数字になったかなと思ってます。節約バケモンを代表させていただいているので、この12万を叩き出せたっていうところは本当に誇りに思ってます。ワーホリを申請するにあたって、どの国もそうなんですけど、ワーホリの条件っていうところがあります。ルクセンブルクには9つ条件があるので、この9つを満たしてないとワーホリそもそも申請ができないので、まずは申請するとき自分が満たしてるかどうかっていうのを大使館のサイトでですね、確認してもらうといいかなって思います。今回の申請のコツとしては、私は一番おすすめしたいのはチェックリストを作ったっていうところですね。オーストラリアのワーキングホリデーとは違ってオンラインではなかったので、今回は自分で12種類の種類を集めて管理しないといけなかったので、何が今揃ってるかっていうところがこのチェックリストがなかったら分かんなかったなって思ってます。なのでこのチェックリストがあって、何が終わっていて何が足りなかったのかっていうのが一目で分かったので、本当にこれはチェックリストも本当におすすめです。もう本当に絶対作った方がいい。申請してからどれぐらいで私のビザ申請がビザ承認がされたかっていうと、私は1月27日に大使館で申請して、で約18日後にビザが取得できました。で、思ったよりめちゃくちゃスムーズだったんですよね。これ大使館の方に追加書類があるかもとかも言われてたんで、とか思いながら私はなんかちょっとハラハラドキドキしてたんですけど、追加書類もなくスムーズにこの書類ができたので、承認ができたので、よかったなと思ってます。で、書類集めとかは本当に時間もかかりますし、あと労力がかかります。もう本当に大変でした。これは私は本当に
正社員をしながら働きながら病院行ったりとか会社行ったりとか、それ以外にもですね渡航の準備したりとかいうところがあったので、結構忙しかったしストレスだったっていうところはあるんですけど、このチェックリストのおかげで忘れ物もせずにスムーズにこう段取りを追ってできたっていうところはすごく助かったなって思ってます。なのでこれからそうですね、ルクセンブルクだけじゃなくてワーホリを準備する方、考えている方とかはもう早めの準備がおすすめです。で、なんなら渡航日が決まっていなくてもですね、このルクセンブルクは渡航日を決めないといけないですけど、オーストラリアでも1年以内っていうところはありますが、この渡航日が決まってなくても渡航日を決めて、もうそこから逆算して準備するっていうのが一番精神安定剤になるかなって思ってますよ。今後はルクセンブルクの生活費とか家賃事情とかですね、あとはお家のルームツアーとかをしようと思ってるんで、ぜひチャンネル登録をお願いします。もし何かしてほしいこととか、あとはなんか知りたいこととかあったらコメントとか、あとはインスタの DM とかで送ってもらえると返信できますので、よろしくお願いします。それでは次の動画まで。アビアート。銀行ローンをまとめて比較、絶対損したくない人はグランドローン。